16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は眠気マイクロスリープ MS 羊について説明したいと思います。はい、最近ですね、私この間横浜で開催された日本睡眠学会の学術総会に参加してまいりました。最新の眠りに関する研究が、たくさん、聴講することができたんですけれども、日進月歩どんどんこの進化している研究の中で非常に興味深い研究がございました。これはもちろん研究者としての興味もありますし、実は自分のことでもあったんですよ。私も実はこのマイクロスリープに結構なっているので、そこで大変興味を持ってその先生の発表を聞いてまいりました。マイクロスリープ聞いたことありますか？いや、あまり聞いたことないですね。なんかちょっと名前からはマイクロちっちゃなスリープ眠るって感じなので、なんとなくこう想像つくかと思うんですけど、日本語に訳すと春眠、瞬間寝てしまうっていう感じですね。一体何秒ぐらい寝てしまうと思いますか？そうですね、瞬間短い時間ですので30秒ぐらいでしょうか。30秒、いい線いってます。でももっともっと短いんですよ。実は15秒以下の本当に春眠、一瞬寝てしまうっていう短い睡眠のことをマイクロスリープと言ってます。ちょっと下手な図で恐縮ですけど、なんか眠たくなってきたな、ガクッと寝てしまう、はっと気がつく、こんなことないですか？はい、よくあります、ありますか？じゃあマイクロスリープしてるじゃないですか。そういうことですね。ですよね。結構このお話聞いた時に、私もっていう方いらっしゃると思うんですよ。マイクロスリープ、実はとっても危険なんです。日本全国、このトラックの運転手さんが居眠り運転で事故が発生するたびに、そのちょっと手前で実はこのマイクロスリープに落ちているという研究結果があるんです。広島大学の先生方の研究だったんですけれども、居眠り運転事故を起こしたドライバーさんのドライブレコーダー、これを解析してみると、事故が起こる直前にマイクロスリープが頻発していることが分かったんです。恐ろしいですね。恐ろしいですよね。そんなの日本全国で起こってますもんね。毎日のようにね、起こってますよね。だとすればこの研究とっても大事じゃないですか。はい、ということで今日はこのマイクロスリープについてお話したいと思います。のマイクロスリープっていうのを、自分で見極める、判断するためには、関連コードというのがありまして、どういう兆候があればこのマイクロスリープであると、定義してよいかっていうところなんですけど、大きく分けて3つございます。はい、こちら抗眠気行動、要は眠気に対して抗う、対抗するような行動です。マイクロスリープ行動兆候、特徴ですね。それから車両挙動異常、何だか分かります？車道挙動異常車の運転に関係することです。そんな感じですよね。これ細かく見ていくとよく分かります。まず1番目、抗眠気行動としては、眠い時に目をこする、顔をこする、叩く、腕を伸ばす、大声を出す。でもちょっとやりませんか？眠くなってきた時。はい、昼間ちょっとうとうとしてくるとやったりします、やったりしますよね。つまりなんとか自分で無意識のうちに眠気を払いのけようとする、行動の表れなんですよね。はい、これを抗眠気行動と言います。2番目にマイクロスリープ行動兆候。はい、半眼、閉眼、帯同停止。半眼、閉眼、わかります？まぶたが落ちてくるってことですかね。その通り、完全にまぶたが落ちてしまう。
そして体が固まってしまう。要は起きてたら何かしら動きがありますよね。だけどハンドル持ったまま体の動きが停止してしまう。まさにこれは行動兆候なわけです。最後、車両挙動異常。車線をはみ出す。危ないですね。または減速する。やっぱり普通に走っててコントロールできないから、スピードを緩めよう、スピードを遅くしようということが働くわけですね。これらの3つの症状兆候、これらがマイクロスリープ関連行動と言われます。なんかポピュラーな、一般的によくありがちな、自分にもありがちな状況じゃないですか。そうですね、よくありそうですね。そうですよね。これが出てる時っていうのはマイクロスリープである可能性が考えられるということです。このマイクロスリープが起こる原因ですね。なぜ起こるのかっていうところとっても重要じゃないですか。はい、これはですね、基本的にはやっぱり睡眠不足、それが短い睡眠不足でもたくさん蓄積していくと、いよいよと、原因になっていきます。睡眠負債が起こってしまうんですね。この睡眠負債、睡眠が足りないよっていう状態が長く続くと、とうとうマイクロスリープが現れてくるんです。はい、生活習慣の乱れ、例えば夜勤や交代勤務などの看護師さんとか、さまざまな職種ありますよね。今24時間社会になって夜も寝ないで働いている、そういった環境や時差ボケ、飛行機での時差ボケなども含めて、体内時計のリズム、体の中にあるリズムと外界のリズムがミスマッチしてしまう。体内時計がこの日が昇って落ちてっていうこの環境の中と合わなくなってくると、ミスマッチがマイクロスリープになっていくと言います。こんな風にイメージしていただくといいんですけれども、疲労してきたな、疲れてきたなっていう時にちょっと脳を休めようと思って瞬間眠るっていう、そんなイメージのものなんですね。だけど不眠症がもともとあったり、無呼吸症候群があったり、あとは睡眠の質が低下してくると、このちょっとだけ脳を休ませてあげようっていう休憩がうまく取れなくなってきて、マイクロスリープがひどくなってまいります。あと眠気、どんな時に眠気が出るみたいなのありますかね。やっぱり薬を飲んだ後とかですかね。例えばどんな薬ですか。風邪薬とか。風邪薬とか、アレルギーの薬どうです。花粉症とか。確かにありますよね。眠くなりますよね。あとはもちろんのことながら睡眠薬、このような抗ヒスタミン系と言われるようなお薬の入っている風邪薬やアレルギーのお薬、また不眠症のお薬、眠剤などと呼ばれるものは当然眠気が出てしまうので、それによって瞬眠が起こるわけです。はい、このような原因で様々起こってくる、マイクロスリープ、一番大事なこと、やはりどうやって対処したらいいかっていうことじゃないですか。はい、でもちろん睡眠の質を改善する、私たちがご提供している適切な枕を使って良い睡眠の質、習慣的に適切な、夜寝る時間を決め、朝起きる時間を決め、規則正しい睡眠をとる、これがもちろん理想的ではあるんですが、なかなかそうはいかないことも多いわけですよね。だからこそマイクロスリープが起こってるわけです。そんな時どんな対応をすればいいか、日頃どんなことしています？眠くなったら少し10分ぐらい仮眠をとります。いい答えですね。まさにこの仮眠がとっても大事なんですよ。仮眠の最適な時間って何分くらいだかご存知ですか？10分15分とかって聞いたことはあります、そうですね。最新の研究では20分がいいっていうのが結構研究者の間では良い回答になっているんですね。10分でもなく30分でもなく20分という時間が結構良いそうです。はい、20分間仮眠が取れると何分ぐらいしっかり起きてられるかご存知ですか？どうでしょう、2時間とかですか？惜しい、3時間。
20分仮眠をとると3時間結構起きてられるそうです。逆に言うとそれ以上経ったらまたちょっと休憩しなきゃいけないっていうことになるんですよね。なので日中ですね、ちょっとうとうとっとする、もちろん運転中とっても怖いです。勉強中、仕事中、そういった時に適切な仮眠が取れる、環境を作っておくと良いかと思います。もし眠る場所がなかったり、横たわって寝るとか椅子で寝るとかできない場合にどうするかご存知ですか？座って寝る感じですかね。そうですね、目を閉じるってことが大事なんですよ。目を瞬間でもいいから閉じて、何分間数分でもいいので、この外界目に入る情報を一旦シャットアウトして目を閉じるだけでもリラックスするので、どうしても横になって20分間眠れない方は目を閉じて椅子でもいいのでちょっと休憩をとっていただく、こんなことが対症療法になります。はい、今日はですね、この眠気マイクロスリープについて解説をしてきました。非常に大きな事故になりうる重篤な、大変困った事象ですので、今日のこの解説を聞いて私にもマイクロスリープあるなと思った方はぜひぜひ今日から対策を立てましょう。よろしくお願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。